ターでいいと思う。氷点巻きはその半熱の上に残れるんだよ。おはようございます。おはようございます。削ったやつもらってたんですよ。だから何貼っとくかわからんもんだから。自分で。それでこれ丸もんなんですけど、そのままのはくださいと。よいしょ。地元のお米っていう。そうですよ。契約農家さんとずーっとお付き合いさせてもらってます。富山県の美味しいお米作りプロジェクトというのにも参加してます。やっぱりね、天丼屋さんですから。でもね、うちの店はね、マスターが手打ちのうどんを提供してるお店なもんで、やっぱりね、うどんの注文も多いですね。44。醤油汁ある。ちょっと機械に入れるもんでね。
そう、数詞の数冷たいね。絶対に。あれしてもらわないね。あ、ほな。よあ、そうなの。新の古い放火道そうめんらしいです。麺がちょっと太めなものは熱い麺専用にするとか、なるべくならグラムを分けて置いてます。お嫁さんと使ってみよう。いつも使ってるから。
塩天丼っていうアイデアはどこから出てきたの？うちの親父がやっぱ体悪したもんでもう亡くなってるんですけど、だから自然なその味だけでなくてその食材そのものの味を伝えたかったので塩で食べていただくようにしたのですが、それがもう今名物というか。そうですね、看板通りうちは最近うどんよりもおからそうめんと塩天丼よメインになっちゃって、はい。とろたまピリ辛ヒレカツ丼1つ、はい、7つ、はい、わかりました。今すぐ作り始めます。はい、ありがとうございます。村井さんとこも田んぼ忙しいからね。そうやろうね。忙しいこの緊急の日に頑張らんね、あのうち。でっかい冷蔵庫やろう。冷蔵庫の一番左のエビ辛いが。私ほらミニメンツとかにさ、シャワーカレーとおんたもこれやって。今日この品物で思ってたからさ。塩天巻き一な。あ、そう。作っていいやと。塩天巻きはその半日の前に残れるんやろ。
メンツお待たせ。あんまりね、勝手に並べても全然。じゃあ、並べたいと思います。いや、まだ大丈夫です。はい。上田さん。はい、お待たせしました。大盛りになってます。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。よく食べてるんでここでもう常連さんですか？わりかし来てるんで、まあ一番その体に合った味だと、思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。はい。この2人だけど赤ちゃんいるから何だろう。はい、そうです。じゃなかったかな。小島さん、それ。お待たせしましたでいいと思う。サクサク、ふわふわ。エビ天は普通タレで食べてる塩味だからまた新鮮な味です。エビ本来の味がしていいんかなと思います。お子様うどん、あったかいうどんで一つと、1個だけ。3番。はい。お子様うどんですついて。それ、天ざるさん。全部海苔かけていい。10番。塩天巻と塩天巻とそうめん。そうめん。2番です。3番です。ほら。塩天巻いきます。これ買える？えっちゃん。それすごい塩エビのハットガとネトガと差あるね。どっちがハットこっちが伝票通りに置いてあるからね。こっちがニンニクあり。こっちニンニクなし。いくよ。はい、いくよ。はい。これなしだから。はい。
十度お味ついております。天丼なんでタレ使ってないんであっさりしてて食べやすいですね。ね、衣サクサクのまんまだしね。ね。硬いの。結構にね時間かかる。11番さんです。あら、もうないわ。そうだ、およし。はい、ありがとうございます。ありがとう。はい、あとよ。はい、ありがとうございます。肉さん。そうめん先持ってってた。うん。これ次が。お子様うどんです。決めだの決めすみを食べてはい。はい。ちょっと待って。
バラバラになった。この今の中に塩かはい、ロー下がったよ。そうでいい。ね、鍵浦力さんは1個や1つやろ。1個です。結構来られるんですか、こちらの店は。初めて初めて。タレかかってないから、やっぱそのサクサクの衣がいいっていうと、やっぱタレつけちゃうとちょっと時間が経つとこうひなっとしてくるんですけど、そういったことがないので、ジャリーム。え、塩。大島さん、これネギの上に生姜。はい、持ってきます。はい、OK。いいよ。丼だけでも出来上がっとったら持ってって。洗いも茹でておりますので。はいはい。これが3番です。3番。はい。あったかいもの今それはただこっちの方に持っていくわ。あるのね。よいしょ。はい。おいといて。はい。よいしょ。はい、3番。ロース、ソース、ご飯みたいな。それね、まだな。はい、天ぷらうどんです。あれね、はい、お姉ちゃん。ロースのソース大。ロース、ソース。大。ご飯大。お待たせいたしました。天ぷらうどんです。
います3ロースソースの方になりますはい、うちちなみにまかねとかうちの孫も大好きですよ。顔見りゃじいちゃん唐揚げってすぐ言われちゃう。はい。美味しい、本当に美味しいです。唐揚げ定食っていうのは大体何食ぐらい？多い時で30食ぐらい。麺類に使ったりしますね。常連さんも家族で来られる常連さんと職人さんとかいろいろですね。量っていうかボリュームが多いんでそんなに食べられるものでもないんですよね。持って帰る方も結構いらっしゃいますけど、お店できてから何年かしたら火がついたみたいな。もううちはもう24年やってるんで、唐揚げ屋さんの専門店とかなんかできるずっと前からなんでしょうね。うちの孫も大好きですよね。顔見りゃじいちゃん唐揚げってすぐ言われちゃう。自分ではこだわってるつもりはそんなにないんですけど、うちオリジナルのお醤油使って、他の店はどうやって仕込んでるか知らないけど、うちはうちなりのやり方で用意はしてますけどね。年寄りの方がみんな喜ぶような、ほっとするようなというか、スープもみんな飲めるようなラーメンみたいなのを目指してますよね。細麺の卵の入ったウェーブ麺っていうか、縮れた麺を使ってますね。
昨日よかった。ちょうどでよかった。のんちゃんそこよめ。一応班に待ち合わせしてる。ありがとうございます。なんぼ生だから。あのブロック。失礼いたします。ありがとう。いいよラーメンでございます。こちらラーメン。はい、どうも。どうしてか教えてよ。ここにやってくんねえかな、ポロって。
失礼します。半身だなこれな。ですね。うちちなみにまかないとか一人半身だからな。うまいだろうな。美味しいです。夏は酢が効いたさっぱりしたもの食べたいっていう人多くて。はい、どうぞ。お待たせいたしました。新ラーメンでございます。そう。マジはそう。あ、うまっ。ちょうどいい酸っぱさです。慣れてないね。慣れてないね。はい、二度揚げ入ります。これがまだ生だとちょっとこれあとののちゃんに崩れないように。朝の混ぜてください。なんだけど向こうから持ってくる。なんかもう足りなくなる。
外カリカリで中ジューシーでめちゃくちゃ美味しいです。こういう大きさの唐揚げは他の店になかなかないですね。こういう丸い型のタイプの唐揚げは結構ありますけどね、こういうなんか平べったいような唐揚げの大きさは結構珍しいと思いますよ。はい、お願いします。ありがとうございます。失礼します。定食かしこまりました。はい、お願いします。定食です。はい、ありがとう。失礼します。すみません。はい。すごい。まあ、味はよく、出てて大きくて美味しいです。佐田製麺の社長さんが佐田中心に開発した麺です。
です本当に。はい、この辛みが癖になりますよね。これを食べたくてずっと待ってやってきたんですけど、美味しい、本当に美味しいです。これ食べたくてね、電話かけるのはいつもやってねえからさ。これが癖になるのね。跳ね出しで不揃いの麺ではあるんですけど、それもまたコシがあって、とても良いそばでした。昔からファン。理解します。どうぞ、ありがとうございます。手打ちそばということにねこだわってて、どうしてもその規格外といったおそばが、多少出てしまう。だからちょっともったいないということでお店オープンしました。跳ね出しはね50食から100食ぐらい、季節によっても違いますけれども、早ければ11時開店なんですけど12時まで持たない時は結構あります、はい、手打ちのその微妙な凹凸というか、それが喉越しがとても良くなる。北海道産が喉越しがいいんです。信州産は風味がいいっていうことで、両方のいいとこ取りっていうか、そういう感じでブレンドはしてます。
せーの。厚さが揃ってないと正方形にならないんで、そこら辺は気をつけてやるようにしてます。こういったのがちょっとダメだと、割とで
になっちゃいます。はい、行きます。2番でお待ちのお客様をどうぞ。お待たせしました。ネギかけますか？ネギ、はい、少し。はい、どうぞ。3番でお待ちのお客様、お待たせしました。かけますか？いや、お願いします。はい、どうぞ。ありがとうございました。早い時間に来ないとないので、前に1時とかに来たことがあって、そしたら売り切れてたんで、すごい残念だったことがあって、それから早く並ぶようにしてます。太さが違うのが入ってるので、食感も違うので楽しめるし、美味しいなと思って食べてます。お願いします。はい。17番、18番でお待ちのお客様、お待たせしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うまいね。うまっ。これがいい。大盛りやっぱ量ありますわ。
お待たせしました。ありがとうございます。ネギかけますか？お願いします。安い。どうした。お願いします。はい。どうした。おネギはかけますか？少し。はい。ありがとうございます。とても美味しくいただいて、羽出しで、確かに不揃いの麺ではあるんですけど、それもまたコシがあって、とても良い、麺でそばでした。以上です。いや。お待たせしました。はい、ネギかけますか？お願いします。63番でお待ちのお客様、ありがとうございます。ありがとう。どうぞ。ありがとうございます。どうぞ。私は初めて来ました。観光です。観光で。おーす。86番でお待ちのお客様、お待たせしました。はい。どうぞ。ありがとうございます。
お願いします。こちらですね。わかります。ネギかけますか？ね、いっぱいかけてやる。はい、どうぞ。ここの食べたらよその食べられないね。美味しい。113番でお待ちのお客様。はい、ありがとうございます。大阪から来てる大阪のそばで美味しい。あ、美味しかったですね。よく来られてるんですか2回目か3回目ぐらいですね。ごめんなさい、食べられない。ありがとうございます。先生。冷たいのか、あったかいのか。今日肉も美味しいしね、昔からファンです。いらっしゃいませ。すいません。はい、中で、はい、かしこまりました。いらっしゃいませ。少々お待ちください。じゃあ半券だけいただいて。中盛りのお客様。はい、年かけますか。お願いします。はい、かしこまりました。お願いします。はい。どうぞ、ありがとうございます。どうぞ、ありがとうございます。お願いします。はい、どうぞ。
はい。どうぞ、はい。どうぞ。ごゆっくりどうぞ。同じ雪村とか。ありがとうございました。この豚肉のね、脂がうまいんですよ、甘いんですよ。ここのお蕎麦はもう本当に世界一の十割そばで本当に美味しいです。後からそば打ちのための設備を作ったからちょっとそば打ちするには場所的に和食ハンバーグとか生姜焼きとかの和食をやってたんですけど、たまたまこのいいそば粉に知り合ったもんでそれでそば屋になったんですね。うちの場合は本当に水と粉だけなんで気候打ちって言うんですけど、これは木島平の名泉百水の龍光寺のところのお水です。そば粉が特殊だって言ったのはもう5年間かけて土壌改良してオーガニックのそば粉なんで、化学肥料もこの30年ぐらい化学肥料入れてないんですよね。もう自然ほのかっていう商標登録を取って登録してるそば粉なんで、このそば粉じゃないとなかなか10割っていうのは難しくて、このそば粉はまあ極端な小学生でも長くあります。全然ちぎれないで小麦粉が必要ないっていう、そういうことですね。
今日は暑い方ですけど、水回しの感覚からいくとこれ以上薄くしちゃできる、破けていっちゃうと思うので。まあ正直売り切れたら閉店になります。でこれ乾燥防止でラップ、まあこれ入ってると取りやすいのも取りやすいんですけど、いいですか。でこれで1回目終わりです。2回目入ります。これも一応湧き水です。そうだ。これだとちょっと放置するだけ。でここね。あんまり飲んで多分また食べれない。これで使いたい。これとはこの入り口の中に。取り付けとそばセットのミニフォーク。いらっしゃいませ。ちょっと時間がないときはもう大体目分量です。いらっしゃいませ。みゆきポークって言ってさ、飯山市特産のなんですよね。
ってくると思うけど。鳥は。セットのザルが一緒だったので、両方ともね、つけた時に塩がついてますので、最初からタレつけて。いや、ちょっとやってる間に。今ちょっとずれてんだよね。いいよ、そばに。師匠じゃあ2番お願い。よろしかったらタレつけずに塩とそばで召し上がってみてください。はい。この豚肉のね、脂がうまいんですよ、甘いんですよ。ありがとうございました。旗を持ってきた。もちろんチェック。もう娘はここのお蕎麦しか食べないんで、しかもつゆもつけずに塩だけのここのお蕎麦はもう本当に世界一の十割蕎麦で。言い過ぎです。いや本当に美味しいです。やったあ、全然色が違う。あ、すごい。歯ごたえも全然違う。このお塩でつけるものが一番美味しいんです。これお値段も3分の1だもん。確かに。だってこれでも高いってすごい価格人いるんだもん。かけそばタルギ。はい。はい、大ざるとざるどろ。はい。こちら塩ついてますので、最初よろしかったらタレつけないでいただいて塩とそばで召し上がってみてください。すみません、ミニネギとろですね。はい。失礼します。歯ごたえが良くて、香りがいいと思います。12時半は5名。そうか。小麦粉が入って打ち粉がいっぱいつけ
使ってるところっていらっしゃいませ。어때? 너 조금 짜진 않아? 나한테는 짤 것 같아. 면이 맛은 있어.ひき肉の代わりにそばの実が入ってる。だからベジタリアンでもお肉食べれない人でも食べれる。さっきより増えてる。さっきよりっていうか。こちらがセットのじゃあなめこ。はい。だるまそば。道で。ここ開かないと次の量がね。3年番茶っていう熟成した番茶を煮出してで梅と生姜で飲んでもらうと体が温まるんでなんか食前に飲むといいんですよ。まあその時あるもんでやるんで。紫芋もほとんど味付けしてないんでほとんど今そのままでいいんですよ。こうやってひげと皮焼くとこの皮ごと使えるんですよ。そうなんですね。まあ消毒の意味もあるし、ちょっと皮目。南天の葉は食べれないからね。南天これは飾り。それは飾りです。はい。顔がちょっと今日来て。ここ出せよ。いやいや多分食べれると思うんで、処理はしてあるので。はいどうぞ。ダメなんだな。どうも早いな。気が早いと。人によってはこれ好きだって人も当然いるんだけどさ。あ、飯？老人だよ。
先生もまさか私のクロスの息子ちゃんもさ、ミュージカルやってるんで、あ、そうびっくりしちゃって、今朝のって幸せだよね。俺一人もらって行こうって言ったら組語が薄力から強力まであるんですけども、それをどれを選ぶかによってふわふわっていうか、ここは選んでやってますけど。これ焼きそば用で、これがお好みに使うやつです。多い時で2箱ぐらい。一応休んどったのは1月16から開店したので2週間は休んでましたけど、水は2月末まで出なかったんで断水のままで、どっかっていうか井戸水近所の人にもらったり、隣の中野戸町親戚おるんでそこに水もらいに行って、まず水をもらってそこから始まってったんで、めっちゃしんどくてやるわって言ったんですけども、いつやめようかなみたいな、大丈夫です。
はい、お待ちしてます。ありがとうございます。はい、失礼します。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。
はい焼きそばです。はいどうぞ。青のりがソースマヨネーズお願いします。これは人気です。焼きそばの中で一番の人気になります。青のりどうしましょうか。お願いします。はい。何かな。大葉と何かな。すごく寂しい。ネギ玉は。はいどうぞ。お好み焼きがすごく美味しいですよ。はい、そちらゆっくりでお真ん中押しますね。豚玉です。はいどうぞ。はい。美味しかったですね。なんか生地にしっかり味があるなって思った。美味しかったです。
焼きたまりな。はい。おいしそう。初めて来ました。はい、ちょっと他県から来ました。白雪姫っていうやつを注文しました。あとホルモン焼きそば。美味しかったです。ふわふわだったですね。ふわふわだったですね。お願いします。ありがとうございます。ありがとう。お昼焼いて美味しそうやなと思うやつを食べます。今日はカトカト焼きが美味しそうやったからカトカト焼きを食べます。一番俺が好きな味付けだよ。
めっちゃ美味しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お方の中でどうぞ。お寿司海鮮丼ね、焼き物も中で食べれますので、焼き牡蠣も食べれますよ。この子美味しそうですよね。やっぱりバリうまですね。最高です。めちゃめちゃ美味しい。新鮮。すいません、甘エビ丼です。美味しそう。日替わり海鮮丼です。若い子らもはい、酒ちょうだいので。北陸や福井のお魚を使ったお寿司や炭火で焼いた海鮮焼き、東尋坊名物のイカ焼き、福井の越前そばやソースカツ丼も取り揃えていて、いろいろなものを1回で楽しんでいただけるというところがうちの強みで。これは絶対出ますね。カニ味噌甲羅焼きカニ味ですか。噌も出るし、はいこのホタテバター、これも出ますね。ちゃんってない、黄土色のツアータムシアン、あれでもとても買ったんでね、でも使ったら、ナヤス持ってきたら蓋だけ出てきてんの。使ったな、中に使ったの。
サバとカツオとソーダガツオの合わせの出汁になってます。暑い時にはね、こういった粘りのあるものね、ぜひね、飲んでってくださいね。おそうめんの出汁とかざるそばに入れるとね、でね、今度はこういった効能ありますのでね。はいどうぞ。はい、そうね、お味見してってください。こんなに山盛りします。山盛りさせていただきます。2つとご飯をね。2つね。
海鮮炭火焼きのその日のおすすめを入れて定食みたいな感じです。はい。はい、どうぞ。ホタテ貝柱バター焼き5個。お兄さん、中で食べる。あ、はい。じゃあ、このまま中入ってください。あ、はい、はい。中タブレットでご注文できるんで。お願いできますか。12番お願いします。どうぞ。です。お待たせしました。いただきます。まずマグロですね。赤身からこっちが赤身で、10貫盛りは中トロも今日は入れようかな。で小肌とヒラマサとブリとタイとサーモンとサワラとホタテですね。10貫盛りでが10貫盛りですね。で8貫盛りがホタテと中トロ抜いたやつです。米がやっぱ美味しいなって思いました。やっぱ最初にお米が美味しいなって思うお寿司がやっぱりあんまないんで、いい味やなって思いました。でもちょっと一般的な酢飯とちょっと違うんですか？そうですね。赤シャリを使ってますね。日替わり海鮮丼です。
ません、甘エビ丼です。ありがとうございます。美味しそう。イカ焼き食べました。美味しかったです。はい、どうぞ中でも食べれます。です。はい。お待たせしました。ソースカツ丼セットになります。お子様ね。はい、失礼いたします。前からね、ごめんなさい。越前そばになります。こちらね。はい。はい、失礼いたします。5秒。あ、5秒。忘れた。福井のお蕎麦ってちょっと特徴あると思うんですけど、どうですか？弾力がすごい。コシがあって美味しいし、この暑い夏にはぴったり。この子美味しそうですよね。はい、失礼します。こちら焼き牡蠣になります。しです。はい、どうぞ。酢飯との相性が最高です。イカ焼きもうまいですね。あ、もう一つ。16です。はい。いいよ。いいよ。お待たせしました。
牡蠣とかイカとか食べられてたと思うんですけど、はい、お味とかいかがでした？いやもうやっぱりバリうまですね、はい、最高です。食べたことなかったです、あんな美味しいの。はい、やっぱり福井最高ですね。ありがとうございます。ビールとの相性とかどうでした？いやもう抜群ですね。自分も普段飲まないんですけど、ちょっと飲もうかなってなりますね。あんだけ美味しかったら。はい、どうぞ中でも食べれますよ。よかったら生牡蠣もありますのでね。はい、どうぞ。じゃあこれからあれ、炭火定食出た時ね、ちゃんとこうかな。炭火。ああ。暑いね、ワンワンね。はい、どうぞ中でも食べれますよ。はい、どうぞ。このイカ焼き小っていうのは焼くやつですか？これ焼くです。生から焼きます。イカ焼きと大きいやつ、大きいやつと小さいやつ。はい、どうぞ。はい、お願いします。17タック、重いです。クラスは。甘エビ丼です。海鮮丼もあるね。はい、7タックお願いします。はい。いい顔してますよ。甘エビ丼です。はい、はい、ごめんなさい。はい、どうぞ。あら、見たいね。
番ね。はい。あ、トウモロコシ乗ってない。お任せの。トウモロコシする。うん。めちゃめちゃ美味しい。めっちゃ新鮮。おろしについてないから。お代まだです。ありがとうございます。はい、かやきでございます。どうぞ召し上がってください。
されてないんで。誤って落ちた方もいますので、危ないところまでは出ないようにお願いいたします。落ちると7割。国産のちょっといいやつ使ってます。これをもう一回お湯でほぐします。トロトロになるまでちょっと。本店屋さんって、はい、今何年目ですか？次の11月で丸々2年になります。はい。本店開く前は10年ほど餃子の王将で、はい、店長やってました。でずっと飲食店ですね。これ何用ですか？これビラーメンとかに使う長ネギです。麺の特徴ってどういう特徴があるんですか？うちは中太ですね。中太、ちょっと太麺に近いですね。豚骨醤油なんですけど、結構さっぱりとしたスープに、返しはちょっとキリッとしてるパンチがあるんで、どちらかというと子供とかおじいちゃんおばあちゃんと幅広く食べれそうな。自分のところは担々麺とか、
味噌ラーメン、激辛味噌とか、これをベースにしていろんなラーメンとかしてるんで。チャーシューは全部自家製で作ってます。こう切ると均等になる。紙やったよー。玉ねぎを仕上げに特製のタレを結構本当担々麺美味しい、よく出るので、これも沸騰したお湯でかける。今度の硬さ、味の濃さ、油の量を選んでいただいて、味の濃さと油の量に関しては食べてみていただいてからの変更も全然可能ですので、こうやって生玉ねぎここに置いてます。この中に、お酢であったりとか生生姜とかごまを冷やして冷蔵庫保存してます。でテーブル席にもブラックペッパーであったりラー油、ニンニク、豆板醤を置いてるんで、自分好みの味を作ることができます。
ますよ。これが富山情報っていう富山で一番大きなフリーペーパーのラーメン特殊のクーポンについてますよ。失礼いたします。塩ラーメンのマックスです。これでね、いらっしゃいませ。塩ラーメンおこちら。いらっしゃいませ。チャーハンお願いします特盛り片濃いです。醤油ラーメンの特盛りの片麺濃いめです。来られるんですか？あ、来ますね。週2回とか3すごい回。安いところから、あと味が好き。ありがとうございます。イベントみたいなの多い、よくやるんです。ゲリライベントに関しては週に1個あるかないかぐらいですかね。チャーハンセットは一番人気です。あ、違った。いいシャワー今。よはい、醤油ラーメン。はい、塩。チャーハン2丁お願いします。いらっしゃいませ。ありがとうございました。お待たせします。ラーメンチャーハン。
はい、ラーメン固め濃いめお願いします。いや初めてです。あ、そうです。ここは美味しいですね。そうですか。よく来られるんですか？最近は来てなかったけどね。そうですね。前は週1ぐらいで来とったんですかね。おすすめのメニューってあります？ネギラーメンでするネギ塩ですかね。今日はちょっと担々麺の方ちょっと食べてみたかったから、美味しかったです。目の前でマスクやってるんですネギ塩ラーメン大盛り。柔らかめ。週1、2、いつも担々麺かネギラーメン。お味どうですか？最高にうまいです。はい、お願いします。チャーシュー麺の全部のせ。はい、全員食べます。はい、2丁上がります。よいしょ。お願いします。これいいですか？つまりでございます。はい、いただきます。風のご用でございます。お待ちください。ミンチがそどそど炒めてます。はい、違います。担々麺でございます。
ああ、名前の由来ですか。僕王将におった時に本当僕が使い物にならなくて、最初ボンキャラのチーフでボンチっていう風なあだ名をずっとつけられてて、その飲食のルーツが結構王将が占めてるので、やっぱそこでボンチ屋っていう名前にしたいなっていうのは一番。この辺学生さんが多いんですよね。その子らにもやっぱ来てほしい。王将が染みついてるんで、腹いっぱい食えて安くてっていうのがしたかったんで、いろいろと名前を言う時に「ボンチャ行こうぜ」っていう風な方がなんか可愛らしいというか言いやすい、そういうのを狙ってそういう名前にしたっていうのがいいです。はい。失礼します。お待たせしました。大盛りの固め薄め少なめです。チャーハンセットです。で2回目ですね。はい。いや、もう美味しいです、やっぱり。毎週1回は来て、いつもにラーメン頼んでクーポンで年末とかにして、美味しいです。めっちゃ美味しいです。失礼いたします。お待たせいたしました。チャーハンセットチャーハンでございます。本当、まあその動画でも1個だけちょっとうちと全然違うというか、たまになかったですね。入ります。よっ。お待たせいたしました。チャーハンセット醤油ラーメンでございます。まかないっていつも何食べるんですか？担々麺か醤油ラーメンです。チャーハンの時もあります。今後のお店の目標とか直近ではちょっと中華をお疲れはい、お疲れさん。中華メニューを増やしたい、それが直近の目標ですね。はい、もっと認知度上げて繁盛するような店にしたいですね。この辺。
量によって前の日を少し売ったりとかいろいろですね。当日全部売ったりとか。県外の方は3割ぐらいいらっしゃるかな。地元の方と市街地の市内の方。今もう3分ちょっと経ちますけど、雑味が追ってくるので、これでもう外しちゃいます。外しちゃって足らない分どうするかというと、お湯入れて終わるんですけどね。これが8人前のところなんで。余熱から入れると30分ぐらいですかね。2回目はもう15分ぐらいで終わりますね。この黒さすがに棒は触れないので、あらは素手で切ります。
ティング組だと打ちたてよりも少し置いた方が美味しいです。そうなんですね。10日か2週間に1回は来るんですけど、味は美味しいんです。今誘ったら、あの美味しいお店かって言われたんです、人に。年配の方が多いからあんまり大盛りすると。まあ、すみません。はい。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。揚げのせると。うん、揚げのせる。出し物するってね。この辺。ちょっと待って。で、そば湯まで作ってて。1500ぐらいくる。ありがとうございます。
おろし先いきますよ。ちょっと待って。はい。ちょっと出ます。じゃあこちらですね。はい、どうぞ。私お箸ないねん。お箸ある？カムさん。持って走った。おろし。ここだった。ちょくちょく来られる方ですね。